この会社が作ったチップの数はゼロです。工場を持ったこともありません。それなのに、世界で出荷されたチップ、累計2500億個の上に、この会社の設計が載っています。作らないものに値段はつくのか。第29形、樹上開花。樹の上に花を咲かせる話です。私たちの常識では、価値は物を作るものに宿ります。工場、設備、製品。手で触れるものが会社の重さでした。銀行が担保に取るのも、教科書が資産と呼ぶのも触れるものです。では何も作らない会社が巨額の値札をつけられたとき、市場は何を買ったのでしょうか。この動画では、工場を持たない会社が545億ドルと評価された仕組みを出荷に1500億個の構造から解きます。今回の3色です。鍵はアーム、イギリスに生まれた半導体の設計会社です。ちなみに親会社は第5話の主役、ソフトバンクグループ。ですが、今日の主役はアーム自身です。灰は世界の工場、アームの図面を実物にする他社の製造能力です。白は市場、この奇妙な会社に値段をつけた側です。まず、通説の根拠から、半導体は装置産業の極みです。最先端の工場には、桁外れの投資が入り、その規模こそが参入障壁であり、価値の源泉でした。物を作れるものが強い。この常識は産業の歴史が積み上げてきたものであり、今も総筋で間違いではありません。だからこそ何も作らないアームは常識の外にいたのです。反証の一つ目は、売り物です。アームが売っているのはチップではなくチップの設計図です。世界中の半導体メーカーがその図面の使用権を買い、自社の製品に組み込んで製造する。アームは作らない。作る仕事は全部客がやる。帳簿の上では、これは長らく弱さと読まれてきました。設計だけの会社が産業の主役になれるはずがない。反証の二つ目は、規模です。アームの設計を積んだチップの出荷は、累計で2500億個を超えました。直近の一つの四半期だけでも、80億個。地球の人口に迫る数が、3ヶ月ごとに出荷されていきます。スマートフォンの中に、車の中に、家電の中に、作らない会社の設計が、作られるもののほぼ全域に咲いていたのです。2023年9月14日、アームはナスダックに上場します。売出価格は1株51ドル。調達額は約48億7000万ドル。初日の終値は7725% 高。77時価総額は77約545億ドルに達しました。工場ゼロ。製品ゼロの会社に、市場は巨大工場を持つ企業に劣らないなしたのです。77常識は、この日を説明できません。実像を見ます。市場が買ったのは、工場でも在庫でもなく、1でした。世界中のメーカーが、心臓部の図面をアームに頼る。産業の上流の細い一点です。そこを押さえていれば、誰の工場が勝っても、誰の製品が売れても、一図面の使用量はアームに流れ込みます。勝者を当てる必要がそもそもないのです。つまり、アームは自分の樹を育てる代わりに、世界中の樹を借りたのです。ここまでの反証を一つに畳みます。作らないことは弱さではなく、選択だった。この選択に古い名前があります。樹上開花。原理は自分の樹に花がないのなら、よその樹を借りてでも咲いてみせることです。確信は花の真偽ではありません。樹が借り物だという一点です。この話に当てはめます。借りた樹は他社の工場と他社の巨額の投資。咲いた花は2500億個の中で実際に動いているアームに設計です。樹を一本も持たずに世界中の樹の上で咲く。それがこの会社の形でした。この K の要点は重さの置き場所です。工場の建設費、装置の更新、景気の波が生む在庫。製造にまつわる重さはすべて樹の持ち主が待っています。アームが抱えるのは設計と契約だけ。だから四半期には80億個という規模を工場への投資なしに受け取れるのです。重さを持たないものだけが出せる速さでした。図で確かめます。ピラミッドの底辺に無数の製品。その上にそれを作るメーカー。さらにその上流に心臓部の設計。ここにアームが一社で立っています。製品一つあたりの使用量はわずかでも、
掛け算の右側には2500億という累計が入る。小さな単価と巨大な母数。単価が小さいことは弱点ではありません。小さいからこそ誰もが払え、母数が育つのです。市場が値札の根拠に見たのはこの掛け算だったと考えられます。上場の数字から新しくわかることが一つあります。調達したお金の使い道です。調達した約48億7000万ドルは、最先端の工場なら一つも立たない金額です。それでも困らない。立てないことがこの会社の設計だからです。初日の上乗せが承認したのは事業の大きさではなく、事業の形。ここでこの動画の限界を言います。545億ドルという値札が正しいかどうか、この動画には判定できません。この会社の数字は借りている製造の未来と連動しています。借り先が伸びれば伸び、縮めば縮む。私たちが確かめられるのは、上場日の数字と出荷の累計。市場がその日、その形を買ったという事実までです。結末を置きます。2023年9月14日、作らない会社は、作る会社たちに劣らない値札とともに市場に立ちました。借りた木の上で花は咲いた。この一文は比喩ですが、値札は比喩ではありません。価値は物を作る者だけに宿るのではない。その日、市場が総値付けした事実が残りました。この身軽さの請求書も見ておきます。借りた樹は自分では動かせません。枝を伸ばすかどうかは樹の持ち主が決めるのです。作らないものは作る者たちの投資と景気に従うしかありません。実際、半導体の出荷は数年ごとに大きな波を打ちます。その波は工場を持たない会社の帳簿にもそのまま届きます。市況が冷えれば出荷は減り、花は痩せる。上場の翌日からアームの数字は世界の市況と一連卓勝です。身軽さと引き換えに自分では動かせない変数を抱える。それがこの形の宿命です。樹上開花。総括します。自前で立てず他社の枝の上で規模を得る。教訓は一つです。自社の価値がどの樹の上に咲いているかを正確に知っておくこと。日本企業なら自社製品の中で借りている設計がどこかを一覧にすることがその第一歩です。はしごを外すには登らせる魅力がいり、樹を借りるには咲かせる花がいる。では、借りた樹の庭ごと自分のものにした客がいたら、まかく一種。その前に、この K の掟を3行だけ置いて終わります。花は枝の数だけ咲く。枝は自分では伸ばせない。そして冬が来れば一緒に落ちる。